国鉄の近郊型電車といえば東海型と呼ばれるこの顔のイメージが強いけど、 JR 東海最後の国鉄車両は国鉄末期にフルモデルチェンジされた後継車両の211系。2022年3月引退。愛知県は JR 東海の名古屋駅、通称名駅、1999年12月23日に開業した駅ビルセントラルタワーズももう20年以上経つのか。駅の通路は昔からあまり変わっていないレトロな雰囲気が残る。一目で名古屋駅とわかる温かい配色がいいよな。名古屋駅の中央本線でよく見かける211系電車。こちらは5000番台を名乗り JR 東海になってから製造されたグループ。その元になったオリジナルの211系が今回の主役0番台。国鉄時代に製造され JR 東海に4両編成2本が引き継がれている。2022年3月の引退が決まっていて、引退すれば JR 東海から国鉄時代に製造された車両は消滅する。0番台最後の舞台は関西本線。7時36分発普通電車亀山行き。オリジナルと5000番台を比較してみると、外観上の大きな違いは前面窓の大きさ。ラマとアルパカ、白滝と糸こんにゃく、どちらも好きだけど区別が難しいんだよな。登場した時は青色に白のラインが巻かれていたそう。100系新幹線のカラーに似ているよな。車両のデザインは JR になってからもいろんな車両に採用され、北海道以外の JR5 社で現在も活躍中。 JR を何社もまたいだ共通デザインの車両は今後登場しないだろうな。オリジナルと5000番台の違いは外観よりも車内の方が分かりやすい。5000番台のロングシートに対してオリジナルはボックスシートが並ぶ。座席の色はス黄色と呼ばれ、国鉄時代から変わっていないのだそう。最近は柄のついたシートが多いから無地のシートを見るとレトロな感じがするよな。金網の網棚も健在。新幹線、東海道本線、中央本線、そして名古屋鉄道と分かれ西に向かう関西本線。真新しい商業施設グローバルゲートが立つ左側の土地には、かつて巨大な貨物ターミナル笹島貨物駅が設置されていた。東京の汐留駅、大阪の梅田貨物駅、国鉄貨物輸送全盛期の遺構がなくなるのは昭和ファンとしては寂しいけど、都会の一等地に広大な遊休地を残すわけにはいかないし、
遺産として保存されるにはまだまだ歴史が浅いからな。高輪築堤みたいに100年後に発掘されて話題になっているかもしれないな。貨物駅入り口の線路は今でも残されていて、小さなディーゼルカーがせっせと入れ替えに励んでいた光景が目に浮かんでくるよう。13時45分、二見の裏に1時45分、終点の鳥羽に13時52分、終点の鳥羽1時52分の到着です。列車2両で運転いたします。前より1号車、後ろより2号車です。前より1号車、一部座席が指定され20年ほど前に旅した風景が蘇ってきた。名古屋車両区にはキハ58やキハ40系列、ユーロライナーカラーの DD51 など国鉄車両があふれかえっていたけど、間もなく JR 東海から全ての国鉄車両が引退する。関西本線の前身関西鉄道四日市工場からの歴史を持つ車両工場 JR 東海名古屋工場、大正13年から100年以上ここに工場を構えている。きっと大正時代の遺構も残っているんだろうな。青波線元貨物専用の路線西名古屋港線が名古屋港金城埠頭方面へ分かれてゆく。引退した JR 東海の国鉄車両に会えるリニア鉄道館にアクセスしている。元貨物線らしく名古屋港方面から工業地帯四日市方面へつながる美西線が綺麗な曲線を描きながら関西本線に合流してくる。予定地にはすでに家が建っているから開通することはないだろうな。いつも JR 東海八田駅をご利用いただきまして誠にありがとうございます。八田駅では7分後に名古屋駅を出発した快速三重号伊勢市行きに追い越される。関西本線のライバル近鉄名古屋線の電車とデッドヒートと言いたいところだが、こちらは駅を出発してポイントを渡るからちょっと追い越せないな。近鉄名古屋線は全線複線。春日駅でも面白いイベントが発生する。待ち合わせする対向電車の名古屋行きは211系0番台、つまり JR 東海に残る国鉄車両211系0番台2編成全てが今まさに集結する。これが JR 東海国鉄電車の全て。蛇行する鞘川と一直線に改良された日光川。この辺りは海面よりも低い海抜0メートル地帯であり、洪水被害との戦いの歴史がある。集落を堤防で囲んだ輪中は社会科の授業で習ったよな。JR の地上駅で最も低い位置にある弥富駅。海抜マイナス 1.5 メートル。右の空き地は貨物ヤードの跡地。弥富駅に接続する名鉄美西線から到着した紙などを積んだ貨物列車がここから国鉄に引き継がれていった。
昭和53年貨物列車廃止。左側の車窓に注目。近鉄名古屋線から謎の廃線跡が近づいてくる。この先にかかる木曽川の鉄橋は JR も近鉄も何度か架け直しがなされ、その度に川に向かうルートも変更されている。明治28年関西鉄道により初代木曽川橋梁が完成。この区間の完成をもって草津名古屋間が全通している。明治時代にこの大きな川に橋を架ける技術力と執念はすごいよな。昭和3年2代目が完成し、初代の橋脚は近鉄名古屋線の前身伊勢電気鉄道に払い下げられている。あの廃線はその鉄橋に向かう路盤じゃないかな。昭和51年にこの3代目鉄橋が完成。全長854メートルもある。東海地区の巨大テーマパーク長島スパーランド。木曽三川が伊勢湾に流れ込むのがあそこなんだよな。揖斐川、長良川も川幅が広く、鉄橋の長さは914.4メートル。明治28年の技術力でこれら木曽三川に鉄橋を通した関西鉄道って改めてすごいよな。明治20年に架けられた東海道本線の揖斐川橋梁と同じイギリスのパテントシャフトアクスルトゥリー社のダブルワーレントラス13連と15連プラスプラットトラス1連だったそう。アクスルトゥリー社、言えた。高いビルが集まっている名古屋駅は遠くからでもよく目立つ。ここまで約30分。近鉄名古屋線と大垣から来た養老鉄道が合流すると桑名駅に到着。 JR と近鉄の駅が一体になっているから便利だよな。レトロなバスセンターとちょうど車両が止まっているあれは三岐鉄道北西線だな。昔地方の鉄道でよく見られた線路の幅が狭い特殊狭軌、いわゆるナローゲージの鉄道ということで、全国唯一3種類の幅の線路が横切る西桑名第2号踏切がこちら。近鉄名古屋線は線路幅が 1435mm、 JR 関西本線は線路幅 1067mm、 そして三岐鉄道北西線は線路幅 762mm。四日市を走る四日市あすなろう鉄道もナローゲージの鉄道だから、三重県には2社もナローゲージの鉄道が走っている。どちらも元近鉄の路線。三岐鉄道三岐線から分岐してきた貨物列車専用の線路が近づいてくると富田駅に到着。昭和60年まで旅客電車も走っていたが、現在は近鉄富田駅発着に統一されている。その時使われていたレトロなホームと跨線橋も残されている。
不思議な形の白い貨物列車は白ほきと呼ばれ、名古屋地区の名物貨物列車になっている。運行形態も面白い。まずは東藤原駅にある太平洋セメントの石灰石鉱山で採掘された炭酸カルシウムを碧南にある火力発電所に運ぶ。炭酸カルシウムは石炭などを燃やすと発生する硫黄酸化物の除去に使われる。高度経済成長期には全国の工業地帯で四日市喘息に代表される公害問題が起きたため、対策が進められ広く使われるようになったそう。通常の貨物列車であれば積み荷を下ろした後は空の状態で元来た道を戻っていくのだが、白ほき貨物列車は働き者。火力発電所で発生したフライアッシュ、つまり石炭の灰を積み込み東藤原駅に戻る。フライアッシュはセメントの製造に使われ、コンクリートの耐久性を増す効果があるのだそう。大コンビナート四日市。コスモ石油の製油所にはたくさんのタンク車が止められている。まさに絵に描いたような工業地帯の風景。四日市港発東藤原行きセメント貨物列車の先頭に立つ DF200 ディーゼル機関車。石油の貨物列車も出発を待つ賑やかな四日市駅に到着。駅のヤードが現役で使われている光景も随分減ったから貴重な風景だよな。昭和35年竣工の巨大な四日市駅舎。団体客専用だったという待合室には人の形に合わせて滑らかな曲線を描く美しい木のベンチが壁に取り付けられている。家に1台欲しいな。関西鉄道が工業地帯に寄せて作った四日市駅は繁華街から離れており、その後繁華街に作られた近鉄四日市駅と比べると少し静かな印象を受ける。だけど四日市の発展はこの駅なしには語ることができないんだよな。